軍服姿の一人の日本陸軍士官。1945年12月1日、サイパンでのある幸福の瞬間である。AI で80年前の色を蘇らせてみる。この男の名前は、大場栄隊、歩兵第18連隊、第2大隊長、代理。そして彼が引き渡した軍刀は、太平洋戦争における最後の正規軍降伏の証だった。終戦から3ヶ月半、サイパンの玉砕から512日、47名の部下と約200名の民間人、その全員を生かしたまま彼は山を降りてきた。米軍はその姿に最敬礼で応えた。47人と4万5千人。これは米軍がフォックスと呼んだ最後の侍の物語である。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。岩肌を駆け上がる日本兵たち。1937年、中国戦線での歩兵第18連隊の姿である。歩兵第18連隊、1884年に名古屋で創設、1886年に愛知県豊橋へ移住した東三河の郷土連隊である。兵士の多くは愛知の農家の出身。1937年7月、日中戦争が勃発。歩兵第18連隊は中国大陸へ送られていく。同じで伏せ撃つ日本兵たち。1940年5月31日、関水右南を進撃する歩兵第18連隊である。歩兵第18連隊は第3師団に属していた。日中戦争では上海から南京、武漢へと中国大陸を転戦する。1940年5月から6月、義勝作戦。関水を溶かし、常陽を占領、湖北省の義勝へと進軍した。東三河の若者たちは中国大陸の奥地まで戦線を広げていく。そして1944年、彼らに新たな命令が下る。太平洋の島、サイパンへの転進である。イエスの並木と白く塗られた洋風の建物。1932年、サイパン島の中心都市、ガラパンの風景である。サイパンは第一次世界大戦後、国際連盟の委任等治療として日本に委ねられた島。南洋町が置かれ、約2万人の日本人がこの島で暮らしていた。製陶業を中心とした平和な海外領。しかし、太平洋戦争がその平和を一変させる。1914年、日本はサイパンを絶対国防圏の要として位置づけた。そして、歩兵第18連隊の一部は、このサイパンへと転進することになる。軍服姿の若き士官、歩兵第18連隊の中隊長、大場栄である。大場栄、1914年、愛知県蒲郡の農家の長男として生まれる。水戸町の実業学校で地理を教える教師だった。1934年、徴兵で歩兵第18連隊に入隊。1937年からの日中戦争で中国大陸を歴戦する。1943年3月、大尉に昇任。そして1944年2月、サイパンへ転出した。教師から中隊長、そして大隊長代理へ。蒲郡の青年は30歳でサイパンの土を踏むことになった。岩陰に身を伏せる日本兵たち。1944年のサイパン、要塞化された防御陣地である。サイパンの守備隊約3万。第43師団を中核に歩兵第18連隊、独立混成旅団、海軍部隊が配置された。海岸線には無数の統治下と機関銃座、
内陸には塹壕戦と洞窟陣地、絶対国防圏の中核としてサイパンは要塞化されていく。そして大場さえもこの島の中で米軍上陸の日を待っていた。煙に覆われたサイパンの海岸線。1944年6月15日、レッドビーチの光景である。1944年6月15日、午前8時44分、米第2海兵師団と第4海兵師団がサイパン西海岸へ上陸を開始した。上陸部隊約7万。艦砲射撃と航空爆撃で海岸は炎に包まれる。それでも上陸初日に米海兵隊8000人が海岸バウトを確保した。サイパンの戦いの本格的な始まりだった。戦車の影に身を伏せる米海兵隊員たち。1944年6月、サイパンでの激戦の風景である。上陸から2日後の6月17日、日本軍は夜襲を仕掛けた。戦車第9連隊、約30両を投入した万歳突撃。しかし、米海兵隊の対戦車火力にほとんどが撃破される。戦線は徐々に内陸へと押し戻されていく。歩兵第18連隊の兵士たちも海岸陣地から後退を余儀なくされた。サイパンの大地は日本軍と米軍双方の血で染まり始めていた。軍服姿の初老の陸軍将校、陸軍中将斉藤義継、第43師団長である。斉藤義継、1890年宮城県生まれ。陸軍士官学校24期。サイパン守備隊の総指揮官として1944年4月に着任していた。しかし米軍上陸時、サイパンの守備兵力は絶対国防圏の名にふさわしい規模ではなかった。増援は届かず、補給も途絶。それでも斉藤は大本営の玉砕命令を忠実に実行する道を選ぶ。ガラパンの司令部前で整列する海軍士官たち。中央に座るのは海軍中将南雲忠一である。南雲忠一、海軍士官の頂点に立った男。真珠湾攻撃を指揮した第一航空艦隊司令長官。ミッドウェー海戦で4隻の主力空母を失った敗将でもあった。1944年3月、サイパンに新設された中部太平洋方面艦隊司令長官に着任。機動部隊のなし機関はサイパンで地上戦の指揮を執ることになった。そして米軍上陸後、海軍部隊もまた地上戦に投入されていく。旗に覆われたある軍人の遺体。整列する米海兵隊員たちの敵将への再敬礼の葬儀である。1944年7月6日夜、サイパン北部の地獄谷洞窟、司令部、斉藤義継中将、南雲忠一中将、そして第31軍参謀長井桁刑事少将、3人の将官が日本の方角に正座した。腹を切り、副官が後頭部に銃を撃つ。三将同時自決。玉砕命令地、サイパンの残存兵力は当初の3万から約3000名にまで減っていた。斉藤の遺体は後に米軍が発見し、敵将への礼を尽くして埋葬する。しかし地上戦はまだ終わっていなかった。崖のふもとを進む米海兵隊の戦車タナパグ平原玉砕突撃の翌日の風景である。1944年7月7日午前3時、サイパン残存兵約3000名がタナパグ平原で最後の万歳突撃を敢行した。太平洋戦争史上最大級の玉砕突撃である。正面の米第27歩兵師団は一時的に蹂躙される。しかしすぐに体勢を立て直し、突撃部隊を包囲。朝までに約3000名のほぼ全員が戦死した。サイパンの組織的抵抗はこの日終わったとされている。しかしまだ山には生き残った兵たちがいた。
煙と炎の中を駆け抜ける二人の米海兵隊員。1944年7月、ガラパンの市街戦の風景である。1932年、安野並木が美しかったガラパン。南陽町の首都、約2万人の日本人が暮らした町。その町並みが戦火の中で次々と焼けていく。火炎放射器の青白い炎が家屋を舐めていく。民間人たちは命からがら北部のジャングルへと逃げ込んだ。しかし、その先に待っていたのはさらに過酷な運命だった。赤ん坊を抱いて海岸を歩く一人の女性。サイパンの戦いに巻き込まれた民間人の姿である。1944年7月7日以降、サイパン北部のマッピ岬。追い詰められた民間人たちは80メートルの断崖から次々と海に身を投げた。バンザイクリフとスーサイドクリフ。日本兵から鬼畜米英の手に落ちるなと言われ、米軍の投降勧告も拒否した人々。投身自決した民間人約1万人。サイパン在住の日本人約2万人のうち半数が命を落としたとされている。母が子を抱いて断崖から飛び降りた。それは戦争の最も悲しい光景の一つだった。荒れた野原を寄り添って歩く二人の人影。最前線が通過したわずか5分後に隠れ場所から出てきた家族である。米軍の前線がある一帯を通過する。その5分後、岩陰や草むらから隠れていた民間人たちが現れ始めた。日系米兵による日本語の投降勧告。アメリカは捕虜を殺さない。出てきてください。その声に応じた人々は生きてジャングルから出ることができた。しかし、断崖から飛び降りた人々の方がはるかに多かった。弟の面倒を見るサイパンの日本人の少年。水と食料を差し出す米海兵隊員の人道的なシーンである。サイパンに連れてこられた日本人の中には、南洋直員の家族、製糖会社の労働者、そしてその子供たちが数多くいた。戦闘の終結後、米軍は民間人収容所を設置。水、食料、医療が彼らに提供された。宣伝された鬼畜米英とは違う現実がそこにあった。しかし、それを知らずに自決した人々はもう戻ってこなかった。サイパンの大地に整列した日本兵たちの集合写真。中央に立つ大場栄大尉と降伏した彼の部隊47名の姿である。7月6日の玉砕命令を大場栄は拒否した。死ぬのは簡単だ。生かして返すのが隊長の務めだ。組織的抵抗終結の彼は生き残った兵47名を集めた。そして洞窟に隠れていた約200名の民間人と合流。サイパン最高峰達峰貯山、標高473メートル。そのジャングルに彼らは籠城した。水を確保し、食料を分け合い、米軍の包囲を避けながら暮らした。米軍4万5千人がこの島でたった47人と200名の民間人を捜索することになる。巧みなゲリラ戦術と山中の知恵で大場の部隊は何度も米軍の罠を逃れた。米軍は捕まらない大場栄を畏敬を込めてフォックス、すなわち狐と呼んだ。そして籠城は512日間続いた。着物姿の一人の日本女性、大場栄大尉の妻、峰子の若き日の姿である。1945年11月27日、大場のもとへ正式な降伏命令が届いた。ゆえ、斉藤義継中将の正式書面である。12月1日午前9時、大場は山を降りた。軍刀を腰に47名の部下を率いて、米軍将校の前で大場は再敬礼、そして軍刀を手渡した。太平洋戦争における最後の正規軍の降伏だった。戦後、大場は蒲郡に帰る。丸江産業を起こし、
蒲郡市議会議員を12年務めた。そして1982年、戦後37年、ある一人の米国人が蒲郡を訪れる。元米海兵隊大佐ハーマン・ H ・ルイス。その手には一振りの軍刀があった。カンザス州の退役軍人会を経て、ルイスがついに見つけた大場の軍刀である。ミネコはその刀を見て涙ながらに言った。これはあなたの軍刀です。37年ぶりに大場の魂は妻のもとへ帰ってきた。天幕の前に並ぶ男女と子供たち。1944年、米海兵隊員が救出した日本人民間人との記念写真である。ガイ・ガバルドン、当時18歳の米海兵隊員。日系米人家族に育てられ、日本語を流暢に話した。サイパンの洞窟に隠れていた日本人たちに彼は単身で接触する。投降してください。アメリカは皆さんを殺さない。その地道な説得でガバルドンは約1500人の日本兵と民間人を降伏させた。米軍は彼に銀星章を授与し、後に海軍十字章に昇格させた。人々は彼をサイパンの笛吹き男と呼んだ。戦場で日本側の大場栄が47名と200名を山で守り、米軍側のガバルドンが1500人を洞窟から救い出した。国は違えど人を生かそうとした男たちが確かにここにいた。戦場で人は何のために戦うのか。1944年のサイパンで日本兵は玉砕を命じられた。民間人は鬼畜米英の手に落ちるなと言われ、約1万人が断崖から海に身を投げた。国家が死を命じた島で約2万人の日本人民間人の半数が命を落とした。その同じ島で玉砕命令を拒否した男がいた。大場栄、蒲郡の元教師、当時30歳。死ぬのは簡単だ。生かして返すのが隊長の務めだ。彼は47名の部下と約200名の民間人を達宝貯山のジャングルにたくまった。水を分け、食料を譲り、傷ついたものを背負って512日間一人も置き去りにしなかった。同じ島の反対側でも同じことが起きていた。米海兵隊員ガイ・ガバルドン18歳。日本語を話す彼はたった一人で洞窟に近づき、隠れていた日本人を説得した。アメリカは皆さんを殺しません。彼が救った命約1500人。国は違えど人を生かそうとした若者たちがサイパンには確かにいた。戦後37年、1982年、元米海兵隊大佐ハーマン・ H ・ルイスが一振りの軍刀を持って蒲郡を訪れる。カンザス州、ニューイングランド各地を経て彼が探し続けた刀。妻ミネコはその刀を見て涙ながらに言った。これはあなたの軍刀です。敵だった男が半生をかけて約束を守った。そこにあったのは勝者と敗者ではなく人と人の絆だった。大場栄が示したものは何だったのか。それは武士という言葉の最も古い意味だったのかもしれない。死ぬことではなく生かすこと。部下を、民間人を、そして敵兵をも一人の人間として扱うこと。蒲郡の元教師がサイパンの山で守ったのはその一点だった。戦後彼は蒲郡市議会議員として12年、地元の人々のために働いた。戦場でも議場でも彼が向き合ったのはいつも目の前の一人の人間だった。あなたのご家族、ご親族の中にも当時歩兵第18連隊に関わった方やサイパンを経験した方がいるかもしれない。その経験について語り継がれているものがあればぜひコメントで教えてほしい。先人たちの犠牲の上に今の平和な日本がある。カラーで蘇った写真の中に彼らは確かにそこにいた。その時代を生きた人々として。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただければ高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。